この状態でスーパーヒートが起こると捉えることができます。ただしですね、これ注意点としまして、はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、スコーチドアース固有生物、フェニックスタイムトラップのご紹介です。アークサバイバルアセンディットになりまして、フェニックス着地ができるようになりました。その他、見た目は変わったんですが、基本的な能力としては、以前、スコーチドアースのマップ紹介でご紹介した能力から大きく変わっているところはありません。ただ、ASA から始められている方も多くいらっしゃると思いますので、簡単にフェニックスの能力を前半ご紹介させていただきまして、テイム方法、そしてトラップとご紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。ではですね、まずフェニックスの能力からご紹介していきます。まず戦闘面なんですが、攻撃としては3タイプあります。まずは、くちばし攻撃。これは着陸しててもできまして、炎上効果を持っています。8秒間炎上しまして、1秒につき 5% のダメージを与えます。ただこの 5%、一応上限は100が上限となっています。次に火の玉を飛ばすことができます。これは直接的なダメージはないんですが、当たった相手に炎上能力を与えることができます。もう一つが爪の攻撃。一応強攻撃みたいなイメージで捉えていただければと思います。もう一つ、飛行に関してスペースボタン長押ししますと、このようにヒットダッシュができます。制限速度まではスピードアップできます。ただし、横に曲がれなくはないんですが、進路変更はなかなか難しいものになっています。直線用ですね。このヒートダッシュ使っている時に生物に当たると炎上させることができます。これは複数でも進路上にいれば与えることができます。ただ傾斜当たると止まってしまうので、なかなか当てるのは難しいです。あと、体力の回復スピードも速いです。次に、採取面なんですが、くちばしで攻撃して壊すことはできるんですが、採取はすべて爪の攻撃になります。木を攻撃すれば、木と藁を。サボテンを攻撃すれば、藁とサボテンの樹液。石を攻撃すれば、石と火打ち石。そして、金属鉱石を攻撃すれば、金属が手に入ります。あとは倒した生物からは肉など剥ぎ取ることも可能です。収穫はご覧いただいた通り、ベリーと繊維以外は一応集めることはできるんですが、ピッケルの能力になっているので、木よりは藁の方が、石よりは火打ち石の方がいっぱい取れるということになります。もう一つリソースとして、このように糞の代わりに真珠を生み出します。今ちょっと糞の頻度を上げてるんですが、運が良ければ黒真珠が出ることもあります。そして、このようにブレイズターゲットオンにすると、火の玉を野生攻撃でも使うようになります。もう一つ能力がありまして、このようにインベントリーに入っているアイテムに関して、焚き火と精錬度の能力がありまして、このように肉に関しては焼肉に変えます。これは霜降り肉も一緒なので、こんがり霜降り肉を集めるときとかは有効です。さらに、金属鉱石をインゴットに焼くことも可能です。性能としては、焚き火や精錬度よりもスピードを速く焼くことができます。ただし、工業炉や工業用グリルよりはスピードは遅いという感じになってます。原油と皮を入れるとガソリンも生成してくれます。ただし、今 ASA ではないですが、スクラップメタル、あと木材を木炭に変える。もう一つ、チビペットを焼いて3つを1つにする能力はついていないので、そこは精錬炉や工業炉に任せることになります。
以上がフェニックスの簡単な能力紹介となります。続いて、ここからはゲーム方法についてご紹介します。まず、これはですね、ちょっとモッドを使って表示しているんですが、野生のフェニックスに関しては、通常の場合見えません。スーパーヒートという変更がありまして、スーパーヒートの変更になっている時のみ出現します。ローカルだけかもしれないんですが、肺も見えません。ちなみにティックヘルメットのバイザーでも反応はしません。これは後々もしかすると肺は見えるように修正されるかもしれません。現状のトラッキング方法に関しては後ほどご紹介させていただきます。スーパーヒートの状態になるとこのように出現しまして、ヒートが終わるとこのように消えて地面のところに存在だけしているというものになります。いなくなるわけではないので、再度スーパーヒートが起これば同じものが出現します。なので、1回でテイムできなかった場合も、続けてテイムを行うことはできますので、ご安心いただければと思います。テイムに関しては特殊になっておりまして、後ほど実際にやりますが、手段がいくつかあります。簡単に言うと、スーパーヒート状態で出現しているフェニックスに炎上ダメージを与えるということになります。手段としては、火や火炎放射器。これは燃料も必要となります。油壺をぶちまけて火をつけて与えるという手段もあります。一応一番効率的なのは、このようにファイヤーワイバーンの炎という部分になります。ただ、ファイヤーワイバーン手に入れてなくても、油壺とか複数の火炎放射器とかであれば、1回のスーパーヒートでエイムすることができます。続いて、現状のフェニックスの見えなくなっている時のトラッキング方法なんですが、まず、スーパーヒートで、このように出ている時に、手段は何でもいいんですが、火矢を当てます。このように火矢を当てると、ASA ではトラッキングをかけることができます。火矢でテイムが進行しているからですね。これでトラッキングをつけていただくと、このようにマークが出るので、スーパーヒート終わっていても場所を確認することができます。では、ここからですね、トラップについてご紹介していきます。まず必要素材はこちら。柱を1本、天井を2つ、壁を9つ、スロープが1つ。建材は石でいいです。実際作っていきますね。先ほどの手段でここにトラッキングをかけてみます。フェニックスいるところには柱とか置けないので、少し下げて隅っこに柱を置きます。次に壁を、これは普通の壁でも扉枠でも何でもいいので置きます。次に天井を置きます。これはフェニックスの上に来るように置きます。続いて上張っていくので屋根を張ります。これでも登れると思うんですが、一応登りにくいなと思うのであればもう一個張っていただいていいです。両扉枠で抜けることができません。このまま両扉枠張っていただいてもいいですし、油壺を使う場合は扉枠の方がいいです。理由は後ほどやりますね。天井を張ります。トラップとしては以上となります。この状態でスーパーヒートが起こると捉えることができます。ただしですね、これ注意点としまして、スーパーヒートが終わった場合、フェニックス降りるのは地面ではなくて天井の上のところに降ります。なので、ここから再度トラップを作る場合、この上に作る必要が出てきます。ただ、まっすぐ上には場合によっては上げれない場合があります。なので、この場合だと、まず1個上げます。天井をここに貼ります。ここに壁を2段。フェニックスいる位置からは3段上げることになります。一応ここに壁を貼っといていただくと、どっちかの1マスにはめることができます。天井を貼っておきます。この状態ではしごを使っていただいて登れるようにしといていただけるといいです。スロープつけると結構大変なので、はしごをつけといていただけると、これで再度スーパーヒートが起こると、この中に置きます。一応大体
このマスの上で捉えれると思うんですが、一応念のためこっち側も囲っておくと安全です。もう一回ここから再度テイム開始するということになります。1回のスーパーヒート外すとちょっとめんどくさくなります。フェニックスいるところから3段上に箱を作れば捉えることができます。実際やっていきますね。一応ヒアでも耐えれるんですが、あまり現実的ではないです。効率的なのはやっぱファイヤーワイバー当てていただくといいんですが、両扉枠にしてれば当たる頻度も多くなると思うので、あとはサバイバーで直接火炎放射器っていう手段もあります。ただ、最初準備難しいと思いますので、このように油壺があります。油壺なんですが、置いていただいて、この下に油壺を置いて火をつけてるんですね。テイム効果は上がりません。直接的にこの油壺の炎が当たらないと、フェニックスにはダメージが入らないということになります。油壺に関してはですね、フェニックスに直接当てても燃えないので、中に入っているので壁に当てます。この状態で火矢でもいいですし、当てていただくと燃えます。これでテイム効果を得ることができます。結構上がるので、これであとはどんどん油を追加していっていただければ、かなりテイム効果高いので、相当数の油壺は必要になるんですが、1回のスーパーヒートで割と捉えることができます。外からだとあんまり良くないので、ここに関しては中に入っていただいてやっていただければいいです。かなりのスピードで上がっていきます。この炎が当たるようにやっていただければいいので、一回火をつければいい。あとはそれで上がっていってくれますので、うまく当てれればですね、テイム効果を上げていくことできます。このように天井あたりに与えて燃やしていただいて、どんどん追加していただければテイム効果は上げやすくなります。複合的にですね、火炎放射器と油壺で追加していっていただければいいかと思います。ただしですね、かなり熱くなるので、そこだけご注意いただければと思います。あと自分が燃えないように。ある意味、ソロでファイヤーワイバーンでやるよりは、こっちの方が燃やせたりする場合はあります。ソロでやる場合は、火炎放射器で火つけながらやっていただくと効率的かと思われます。火矢とかだとうまく油壺に火がつかない場合があるので、火炎放射器あると追加で使っていただくといいかと思います。途切れるとすぐテイム効果落ちてしまいますので、途切れないように与えていっていただければと思います。はい、テイム終わりました。結構大変なんですけどね。扉枠の方がいいかなと思ったんですが、やっぱ両扉枠の方が良さそうですね。全部両扉枠でいいかと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、ゴチバース固有生物フェニックスについて、性能とテイム方法、そしてトラップについてご紹介させていただきました。ソロでされる場合は、ファイヤーワイバーンでも結構しんどいと思うので、油壺でしていただいた方が、ソロの時はやりやすいかと思います。中に入って、両扉枠の両方の柱に油壺を当てると、火をつけていただければ、あとは追加していくだけになりますので、割とですね、フェニックスが邪魔で油壺を当てたり、火をつけたりって難しくなってくるので、火炎放射器あれば燃料少量でテイムには使えなくても火をつけるという部分で火をつけやすいかと思いますので、お持ちいただくとやりやすいかと思います。割とソロでやる場合はファイヤーブレスより油壺の方が効率的に上げれるかと思います。
すぐテーム効果落ちてしまうので、極力火を絶やさないように頑張っていただければと思いますので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。